サーマルライトといえば空冷。そんな風に考えていた時期が俺にもありました。というわけで、今回はサーマルライトの簡易水冷、ピアレスビジョン360を検証したいと思います。空冷に比べると影が薄い感じですが、簡易水冷でも期待通りのパフォーマンスを見せてくれるのでしょうか。梱包に関してはサーマルライトらしくかもなく不可もなくといったところ。全体像はこんな感じ。ファンはあらかじめ取り付けてあります。ラジエーターにはサーマルライトのロゴが入ってます。フィンの並びは普通でも塗装は中途半端。細かいけど一箇所フィンの曲がりを発見。ファンはインフィニティミラー搭載でフレームが厚いためか、ブレードは小さめ。ヘッドのディスプレイはマグネット式で簡単に着脱可能。残念ながら材質はプラスチックです。接続は USB Type-C。コールドプレートは銅製で、加工も問題なさそう。付属品の確認に移ります。マニュアルに日本語はありません。インテル用のバックプレートをはじめ、マウントキットはちゃんとした金属製です。ディスプレイのケーブルはマザーボードの USB2.0 ピンヘッダーに挿すタイプ。付属品の確認はこれくらいにして検証台に取り付けていきたいと思います。淡々と作業するだけなので不要な方はスキップしてください。面倒なのでラジエーターは4点止めにしてます。良い子のみんなはきちんと固定しましょう。ディスプレイのケーブルはマザーボードの USB2.0 ピンヘッダーに。ポンプのケーブルはポンプ用の4ピンヘッダーに接続します。ファンのケーブル類は一つにまとまっているのですが、CPU ファン向けの4ピンヘッダー周りに ARGB ヘッダーがないので、今回はマザーボード下部にまとめて接続します。取り付け簿がこちら。ライティングはいい感じじゃないでしょうか。ディスプレイの表示は TRCC というアプリから設定可能です。画面を90度ごとに回転させることもできます。選べるテーマは結構豊富。カスタマイズも可能ですが、設定を保存しないと次回起動時に反映されないので注意。しかし、輝度ムラがひどいことや、解像度は 480×480 ですが、正方形ではなくちょっぴり横長なこと。他にも、設定が反映されない時があるなど、ディスプレイやアプリ周りに気になる点がいくつかあり、爪が甘いという印象を受けてしまいます。気を取り直して、仕様を確認しましょう。
ラジエーターはアルミ製で 360mm クラスとしては標準的なサイズ。ポンプの回転数は最大 3000rpm。搭載ファンはインフィニティミラーがあるため横幅 124mm と若干広め。ファンの回転数は 2000rpm でノイズレベル 28.2dB はちょっと疑わしいです。最大風量は 68.9CFM、 最大静圧は 2.21 水中 mm とどちらかというと風量重視でしょうか。いつも通りRyzen 9 9950X3D でテストします。今回は簡易水冷のテストがメインなので縦置きでの検証となります。ポンプの回転数は 100% 固定。ファンの回転数は BIOS の PWM 制御で設定。比較対象としてクーラーマスターのマスターリキッド360アトモス2 VRM ファンバージョンを用意してますが、ラジエーターファンと VRM ファンの回転数は同じパーセンテージに設定します。前置きはこれくらいにして TDP170W、 ファン 100% の結果からご覧ください。言い忘れてましたが、比較対象が1台だけだと寂しいので、空冷代表としてフロストタワー140にも参加してもらってます。温度を見てみると、最も優秀なのはピアレスビジョン360で、最高温度 74.8 度、平均温度 73.8 度という結果となりました。しかしながら、マスターリキッド360アトモス2は最高温度 75.3 度、平均温度 74.4 度とその差はわずか。そして空冷代表のフロストタワー140は最高温度 79.3 度、平均温度 78.1 度となり、実用上は問題ないとはいえ、水冷との壁を感じます。ファン 50% でも順位に変化はなく、ピアレスビジョン360とマスターリキッド360アトモス2の差はごくわずか。フロストタワー140は温度が高いだけでなく、スコアも目に見えて下がってます。動作ノイズを 33.8dB に揃えると、マスターリキッド360アトモス2の最高温度は 78.5 度、平均温度 76.9 度となり、ピアレスビジョン360と順位が逆転。ここまで調子が良かったピアレスビジョン360ですが、万能というわけにはいかないようです。TDP を 200W に上げ、ファン 100% でテストした結果がこちら。ピアレスビジョン360の最高温度は 84.4 度、平均温度 83.0 度となり最も温度が低いですが、やはりマスターリキッド360アトモス2との差はごくわずかで、冷却性能は同等と言って差し支えないでしょう。動作ノイズを 33.8dB に揃えた結果がこちら。TDP170W の時と似た傾向で、ピアレスビジョン360とマスターリキッド360アトモス2の順位が逆転。フロストタワー140は最高温度が95度に達しており、空冷の限界を感じます。せっかくなので VRM 温度も確認したいと思います。 VRM ファンのないピアレスビジョン360は最高温度 57.0 度、平均温度 51.2 度となり、対して VRM ファン付きのマスターリキッド360アトモス2は最高温度 55.8 度、平均温度 50.8 度と、確かに温度は低いですが、ないよりはマシ程度の効果しかなさそう。当然かもしれませんが、簡易水冷2台よりも真ん中で 140mm ファンをぶん回すフロストタワー140の方が VRM 温度は低いです。
検証の締めに動作ノイズを比較します。当然のようにフロストタワー140の動作ノイズが一番大きいですが、意外なことにファン 100% だとマスターリキッド360アトモス2の動作ノイズも大きめです。原因は VRM ファンで高回転で回すとキーンという甲高い音が鳴り、動作ノイズが大きくなります。回転数を絞れば静かになりますが、それだと VRM への冷却効果も下がるので悩ましいところ。検証結果をまとめると、冷却性能は高く、360mm サイズの簡易水冷に求められる性能は十分に満たしています。動作ノイズは決して静かとは言えませんが、近頃爆音化の傾向がある CPU クーラーの中ではまともな部類だと思います。ディスプレイは輝度ムラがあり品質はいまいちですが、重要なクーラー部分に問題はないので、細かいことよりも性能を重視する方にはおすすめです。しかし、今回のような短期間の運用では耐久性までは分かりません。もし心配であれば、代理店のサポートがしっかり受けられる製品を選びましょう。ソフトウェアの動作は安定しているとは言い難く、完璧なものを求める自作向けの製品ではありません。もし購入を検討しているのであれば、多少のことは笑って許せるくらいのゆとりを持ってください。とまあこんな感じですが、お開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。